本日は山の上にある廃墟の探索となっております。よろしくお願いします。でまずなんですけど、この道が行けるかどうかなんだよね。で前に立ち入り禁止って書いてあるけど、これ道のことじゃないからねこれちゃうからね。これは工場の話です。あかんのか。一応マップ上ではね、ここ地図あるんだけど、で立ち入り禁止ってそこ書いてあるのはあくまでこの紙の工場の話と思ってたんやけど、そこの道入ってもやっぱダメって書いてありましたね。諦めて登山道で行こうと思います。それでは登山道を登って上の廃墟へやってまいりたいと思いますけども、この部分に関してはジムニーでも来れそうなんだけど、ただ上で車止めれるんじゃないかなと思って、もう今日はもう割り切って登山ということでやってまいります。南天の滝というとこやってまいりました。ここ途中ですね。はい、南天の滝ですね。遠見山への登山道ですけども、私はこちらの方へ向かっていきます。トンネルですね、出てきました。別に上に何かあるわけじゃないですね。危がひどいおお、片道門だよすごいすごい。これをさらに上上がってきますね。流れる風が冷たくてひとときの安らぎでございます。はい、ではここ林道分岐点になりまして、川がこのような段々のよくわからん作りになってまして、左へ行くんですけども、ここに廃屋がありますな。多分山小屋かなんかでしょう。これをまたさらに上へやってまいります。結構上がってきたんですけども、この辺りはもう車で通れるレベルじゃなくなって、木を倒せば取り除けばいけるかなと思ったんですけど、ここで路面崩壊ですね。ここが崩れてるんで、車として来れるのはここまでかなって感じですね。路面崩落からちょっと離れたとこから、ここ急な上り坂、路面は岩状態。ジムにマットタイヤなら登ってってはくれると思いますけど、足場が悪すぎる。でもって岩も転がってるのもあるんですけど、急斜面がひどい。さあ、長いつづらを何回も繰り返しやってまいって、昔は車が来たであろうこの広場があって、最後のつづらだと思います。そしたら人工物、城塞のような擁壁のようなすごい建造物が現れたとこ見ると、この上がその廃墟だと思うんですよね。この道は多分作業道というか搬入路として特殊な初期の頃に作った道なんだろうとは思うんですけど、来た、やっと来た。苦労しました。時間としてちょうど1時間、ちょっと休みながら来たんですけど、下から駐車場から1時間でやってまいりました。これ黒谷自然公園というものになります。これはペンキとか補修部品とかのそういったところの部品倉庫でしょうかね。これは鳥小屋とかかな。こういうとこは動物が潜んでる場合が、動物園やったんやでもともとは動物だらけやったんやけど、とか動物の絡みとかいると思うんで、それをちょっとチェックしてからね行かないと、むやみに入って動物側が逃げていく場所がないとパニックで襲ってくるっていうこともありますんで、クマなんか特にね。なんだろうね、ここは水場がある感じやで、そういうカピバラでもいたんでしょうか。でも結構立派な建物だよ。あとちょっと蜂の巣だけ気をつけましょうね。でもいろんな動物がいたっぽい。ここはごっつい檻。分かった方は何分何秒ここは何の檻だってちょっと入れてくれると面白いななんでしょうね。これファンがついてるオーブンか。ここは多数買いしてたような場所じゃなかろうかと。ここにも建物あったんでしょうね。これか、これか。ここにあった柵が落ちたんかなと思います。そしてこの建物がなんだろうね、3層構造の動物舎やったんですかね。これ蜂の巣注意。ここは地図に載ってる
果たしても道なんですけども、ちなみに地図を見るとね、まだ上にも建物ありますよ。これしっかりしてんな。2階層ですね。わざわざここまで落書きをかけに来るってすごいよね。ここも多分動物がいらっしゃったんでしょう、おそらく。でもこういう上の方見とかんと蜂の巣がパッと出てきますんで、そうね、多分どうかな、なんとも言えないね。でここで落ちている朽ちてる木はここにもともとは柵としてあったんでしょうね。そしてここに瀬戸大橋がね、ここに並んであるんですけど、なんか向かう先に何かあるんでしょうね。あるわ、ほんとよ。そこご立派な、結構でかいんじゃないかここ。はい、3階層。結構上まであるんだね。いらっしゃいませ。マッカン。広い。お店かなんかあったんでしょうかね。景色がいいぞ。まあね、今回はああやって山登りしてきましたけど、本来は道があるんで、そこで車でのアクセスがあって、多分駐車場もどっかあるんじゃないかなと思うんですよね。こうやって蜂の巣の跡あるでしょ。こういうのがありますので気をつけましょうね。これ多分昔の米の脱穀機とかそういったもんじゃないですか。将軍様がこのとこにして、こちら出てきて、こっから行けんのか。ちゃんとね、こうやってほら支えがあるんだね。ってことはこれなんだ、これ屋上に行くのかなこれ。上にもなんかある。さっきの道を上がってくると、晴れてないから毒は出したつもりやけど、急に襲撃されましたね。もう瞬間で4箇所下がるんですよ。ここら辺だったんですよ。ほんと急でしたもん。これが屋上ですね。そっから来たんか。はい、ちょっとわからんやるけど、こういう感じの温室があったり自販機コーナーがあったりいろいろあったんですね。うわ、また蜂がいる。もういらんじゃん。これなんだ。水辺ですね。ここはワニがいたそうです。嘘です。あとちょっとこの建物、カメラだけ入れてもらいます。はい。ペナントがある。金沢っていうか、川辺のペナント。ちょっとカメラだけ。なんでもいいや。ちょっとカメラだけ入れさせてもらいます。はい。カメラだけ見てるんで私見えてません。こんな感じでございます。ナイス廃墟。猿なんかな。あそこが屋上になってるんですよ。はい。行きません。ごめんなさい。この道から行き帰ってきます。この先にも道があるんだね。この道が冒頭の道ですわ。はいはいはい。ここをずっと駆け上がってくると、ここにたどり着くわけですわ。ここが入り口となって、駐車場があったのかね、これって。もしかしたら駐車料金を取る小屋だったんでしょうか。でここへ来たんですけど、これ車どこ止めたのねこれ。ちょっと最終段階こっちに行ってみましょうか。ここは落下防止のフェンスがあって景色がよろしゅうございますね。でもここもなんか動物園の一つやったんかな、こうやってあるってことは。この橋の向こうが見てみたいな。この橋の向こうの山向かうこの階段も落ちてますけど、ここ自体も動物がいたんでしょうねこれね。どうなんじゃろうな、これは何とも言えないな、分かんないな。でも
吊り橋がそこに支柱あるからずーっとここ来て、ここからまた向こうの山へ向かうようになってますね。そして私が登ってきた道はそことなります。まあでかかったですね。今回ちょっと蜂に刺されたんで上行かなかったですけど、相当眺めがいいとこだったんだと思うんですよ。それを含めた動物公園だったんだと思います。素晴らしく皆さんに楽しまれたいい場所だったんだと思うんですけど、時代の流れで運営できなくなっちゃったんでしょうかね。でもこうやって遺構は残っていまして、その時の栄光を物語ってると思いますんで、あんまおすすめはしません。来るのはね大変ですし、ということで今日はこれまででございます。ありがとうございました。